皆さんが毎日欠かさず摂るであろう食事。中には好物や苦手な食材などもそれぞれ多くあることでしょう。今では世界各国の料理が自宅でも手軽に楽しめるようになりました。日本独自で発展し、2013年にユネスコ無形文化遺産にも認定された和食も造形美やヘルシーだという理由で、今では海外からの観光客に大人気ですよね。ですが、和食って何って聞かれた場合には、皆さんは何と答えるでしょうか。また、日本の食文化はどのように形成されていったのでしょうか。今回の動画では、世界に誇る和食と日本における食の変遷についてご紹介したいと思います。和食という言葉自体は、文明開化の時代に日本に入ってきた西洋料理や洋食に対応する形でできた言葉です。和食と聞くと、寿司、天ぷらといった特定の料理が思い浮かびますが、具体的な料理を指すものではないのです。農林水産省がユネスコ無形文化遺産に登録を申請した和食の定義があるのでご紹介すると、多彩で新鮮な食材とその持ち味の尊重、栄養バランスに優れた健康的な食生活、自然の美しさや季節の移ろいの表現、正月などの年中行事との密接な関わり、以上の4点が和食の定義なのだそうです。文章で見るとわかりにくい部分もあるので要約すると、四季折々の豊富な食材を使い、見た目の美しさや栄養バランスにも心を配ったおもてなし料理と取れるのではないでしょうか。この中でも季節感の表現において、旬の食材以外にも、食材の切り方や色、調理方法や使用する器などが含まれているのは、世界広しといえど日本だけかもしれませんね。このように、相手をもてなすための様々な創意工夫や季節感を重視することで、自然や食材に感謝する気持ちが現れています。いかにも日本人らしく世界に誇れる料理と言えるのではないでしょうか。ここまでは和食、日本料理の概要について簡単にご紹介しました。それでは日本人は一体どのようなものを食べて現代まで続いてきたのでしょうか。日本列島にはいつから人類がいたの？日本の起源っていつから始まったの？というお話になると諸説あるので、土器が作られた縄文時代をスタートとして、現代まで簡単にご紹介したいと思います。縄文時代は、なんとなく狩猟生活しかなかった時代とイメージする方も少なからずいると思います。ですが、縄文時代の象徴ともいえる土器の発明によって、それまでの焼く、干す、いぶすだけの選択肢から、煮る、茹でるなどの調理法を新たに生み出しました。日本の食文化の歴史にとって非常に大きな出来事と言えますね。地域によって異なりますが、食材も豊富で、食事の中心となったのは木の実や芋のほか、栗やくるみ、どんぐりなどの堅果類などです。その他にも山菜や貝類を中心として、マグロなどを漁労によって、イノシシなどを狩猟によって得ていたようで、これらを様々な方法で調理した後も遺跡や土器に残されています。また、海水を煮ることで製塩技術も身につけ食材を保存できるようになり、弥生時代からと言われていた稲作も行われていたようです。信じられないかもしれませんが、クッキーの原型となるような食べ物も出土しているのです。狩猟生活しかなかったと思っていた方にとっては、驚くような食生活が縄文時代からあったのです。自然に感謝し、みんなで分け合って食事をしていたと想像すると素敵な時代ですね。弥生時代の食生活は稲作が幅広く地域に広がり、日本や中国の歴史書などにも食に関する記載が残っているのが大きな特徴です。魏志倭人伝に残された記述によると、水に潜り貝や魚を取る、生で魚を食べる、稲や粟を栽培する、温暖な気候で通年生野菜を食べる、木や竹の器を用いて手で食べる、飲酒を好むなど多くの記録が残っています。
生で魚を食べるという記述が刺身だとしたら、思っていたより長い刺身の歴史に驚かされますね。当時の遺跡の出土物から考えられたこととして、米などを主食として肉、魚や貝、海藻、野菜や山菜などを副菜にするという日本食の基本が出来上がってきたのもこの頃だそうです。その他にも、戦術した酒の醸造や発酵食品が本格的に作られるようになりました。もう一つの大きな特徴は、米は保存が効くことから、貧富の差が生まれる要因となったと言われています。水田稲作への移行に伴って指導者が登場し、村が形成される。さらに水田の所有をめぐって争いが生まれ、小国への誕生へつながったと言われています。縄文時代と比較してなんだか物騒になってきましたね。しかしその結果、邪馬台国を経て大和王権へつながり、現在の日本の礎となったのです。飛鳥、奈良時代の大きな特徴といえば、日本の第40代天皇である天武天皇が、675年に発布した肉食禁止令です。イノシシや鹿などの例外はありましたが、牛、馬、犬、猿、鳥の狩猟が制限され、表向きは食用とされなくなったとされています。これにより、後述する明治時代までの実に1200年間にわたって肉食を避ける文化が続きました。そして、肉食禁止令によって日本人は、魚から動物性タンパク質、米や大豆から植物性タンパク質を摂る生活が長年続きます。結果として、世界で類を見ない健康長寿効果の高い食文化を形成するきっかけになりました。この肉食禁止令は和食の歴史において重要な意味を持った法律とも言えるでしょう。平安時代は遣唐使による唐の影響から料理も影響を受けました。大京料理は日本で最も古い儀式料理で、正月などの晴れの日に客人をもてなす料理です。ただ平安時代はまだ調理方法も少なく、魚や干物を切って並べ、塩や酢といった調味料をつけていただくというものでした。鎌倉時代には、武士の指示を受けた禅宗とともに精進料理が伝わり、質素倹約に重きを置いた食事がメインとなりました。茶に加えて、豆腐や金山寺味噌などの食品加工技術が伝わったとされています。また、寺院の天津からうどんやまんじゅう、羊羹などが民間に広まったとも言われています。室町時代になって、現代の炊飯したご飯と同じような姫いいが広く普及しました。また精進料理が発達し、昆布やカツオを用いた出汁の使用が始まったことが文献で伝わっています。合わせて醤油が作られ、用いられたのも室町時代なのだそうです。この時代は本膳料理が有名で、武家が客人をもてなすための儀式料理だったそうです。平安時代の大京料理が中国の影響を強く受けたものに対し、本膳料理は極めて日本的な要素が強く出た儀式料理の完成形とも言われています。出汁の使用と合わせて日本的な料理の基礎が確立された時代とも言えるでしょう。乱世の時代、千利休によって茶道が確立され、懐石が成立したのがこの時代です。後に江戸時代に料亭ができ、そこに集まった人たちが食べる懐石料理と同じ響きのため、少々混乱するかもしれませんが、あくまで茶を楽しむための簡素な料理は懐石、酒を楽しむための豪華な宴会料理が懐石と、後の時代に差別化されました。大きな違いとして、料理の提供順があります。懐石ではご飯や汁物は最初に提供されるのに対し、懐石では前菜に始まり、最後にご飯と汁物が提供されます。いわゆる酒を飲んだ後の締めってやつですね。平安時代以降、儀式料理などの説明が入り少しややこしくなりましたが、ここで江戸時代のご紹介です。太平の世となった江戸時代以降は、実に多彩な食文化を見ることができます。戦術の懐石料理もさることながら、当時庶民に愛され、
現代もなお国民に愛されている料理が数多くありますね。寿司、天ぷら、そば、うなぎなどが皆さんも思い浮かんだのではないでしょうか。その他にも田楽、土壌料理やお茶漬け、定食の元祖とも言われる奈良茶飯などが流行したり、冬には焼き芋が繁盛したという記録も残っています。肉食がほとんどされていない当時でも、四季や旬の食材などをうまく取り入れ、非常にバリエーションに富んだ食事を楽しめるようになった時代だと言えますね。逆に言えば、肉食文化が禁止されたからこそ、日本独自の食文化が花開いたと言っても良いでしょう。そして、江戸時代の食文化において今までの時代と大きく異なるのが、料理屋、つまり飲食店などの外食産業の誕生でしょう。これにより客人をもてなす際はひいきの店に招くようになり、ファーストフード感覚でテイクアウトができる屋台も多くあったとされています。さらには、様々な料理本が出版されたことで、江戸時代の食文化は現代でも知ることができるというわけです。もうここまで来るとほぼ現代と変わらないような気がしますね。明治時代は開国後の西洋文化の流入とともに、1871年に肉食禁止令がおよそ1200年ぶりに解禁されました。この頃を象徴する料理に牛鍋がありますね。人気漫画、るろうに剣心を読んだことがある方は、一度食べてみたいと思ったのではないでしょうか。その後、大正、昭和の敗戦を経て復興した日本は、高度経済成長期を迎え、インスタント食品、ファミレスやコンビニの誕生などをもって、今の食生活と同様の様式となったのです。いかがでしたか？時代の時系列順に食文化の遷移をご紹介しましたが、洋食文化が入ってきた明治以降、時代を経て日本人の口に合うように和製洋食として改良され、ラーメンやカレーなどはもはや日本食となっているとも言われます。また、カリフォルニアロールなど逆パターンも昨今では多く見られます。肉食禁止から独自の進化を遂げた和食ですが、世界に誇る食文化であるとともに、海外の食文化との融和によってどのような料理が生まれるのか楽しみでもありますね。最後になりますが、2020年4月7日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、東京をはじめとした7都府県に非常事態宣言が発令されました。今回の動画は医食同源、バランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高めてこの事態をみんなで乗り切ろうという意図で作成しました。罹患者の皆様の一日も早い回復をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。